皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対するワクチンが闇サイトなどで販売されているといった話などを取り上げていこうと思います。なお、このワクチンの出所が一体どこかといえば、それは中国です。中国はこのワクチンというものを国家政策の一環として外交に利用していますから、犯罪組織などが偽物を作り、偽物で大量に海外にばらまくということを警戒しています。ですから中国共産党もこの偽物のワクチンについては取り締まりを実施しているのです。ですが世界的に見ればワクチンが足りない国などはどこでもありますから、そうした意味で今は偽物のワクチンが非常に大きなお金を生む時期であり、中国共産党すら恐れずに偽物というものが大量に海外へと輸出されている状況だと考えられます。それでは偽物のワクチンが出回っているという話の関連ニュースなどを見ていきましょう。偽物ワクチン海外へ流出か、中国警察が複数人を拘束。中国国営新華社通信は15日、中国で昨年以降、新型コロナウイルスのワクチンの偽物を製造したり、販売したりする不正を相次ぎ摘発したとする最高人民警察院の発表を伝えた。詳細は不明だが、偽ワクチンが海外に送られた例も確認されたという。最高検によると、今月10日までに中国各地で偽ワクチンの製造、販売やワクチンの違法販売など21件を立件し、計70人の逮捕を許可したという。49歳の男は昨年11月、偽物のワクチン約2000本を日本円で1700万円で入手し、知人の男らと共謀し、このうち600本を香港経由で国外に送ったという。男らは偽物とは知らなかったとしているが、不正にワクチンを輸出した疑いで警察に拘束された。最高検は輸出先などの詳細は明らかにしていない。男が販売したワクチンは別のグループがラベルなどを偽造して作った偽物で、中身は生理食塩水やミネラルウォーターだったことが捜査で判明。この偽造グループは計5万8000本を製造販売して日本円で2億9000万円の利益を得ていたという。ワクチンは中国内でも売り買いされ、接種された例があったという。中国で摘発されたという記事が出ているわけですが、一方で日本でも水面下での販売というものが行われていることが報道されています。闇ウェブにコロナワクチン、中国製語り偽物販売か。匿名性の高いインターネット空間、ダークウェブ上に中国製などの新型コロナウイルスワクチンの売買を持ちかけるサイトがあることが11日、専門家への取材で分かった。調達の詳しい経緯の記載はなく、偽物の可能性がある。警察当局は、ワクチン接種が日本でも始まり順番待ちになると、一般的なウェブでも出回る可能性があると、新手の詐欺の出現に警戒を強めている。情報セキュリティ会社社長で、政府機関でも情報セキュリティ部門のアドバイザーとして活躍する三輪さんが確認した。三輪さんによると、1月下旬から2月上旬、特別なソフトでダークウェブにアクセスしたところ、COVID-19 ワクチンと新型コロナワクチンを指す英語を並べ、販売を持ちかけるサイトが複数見つかった。中国科学院武漢ウイルス研究所の科学者を名乗るグループのサイトもあった。中国はワクチンを他国に共有しないが、我々は他国に送ることに成功した。中国を逃れ、より多くの命を救う活動をするために支援をなどと訴え、販売する意図はないが、寄付はしてほしいとの内容だった。三輪さんがメールで金額を尋ねると、接種1回分あたり、最近のレートで約7000円相当の暗号資産、仮想通貨のビットコインを求めてきた。日本の製薬会社関係者は、ワクチン確保は国の最優先課題だ。厳格に管理されており、闇市場に出回るはずがないと指摘する。新型コロナワクチンは、欧米など各国で接種が始まり、関連する犯罪も目立ち始めている。消費者庁によると、金銭を振り込めば接種できるといった不審な勧誘が各地で続出している。闇サイトで販売されているワクチンですが、中国製のワクチンですらないと言われています。中身は生理食塩水などで、原価としてはもう0円に近いようなものです。それが7000円程度で売られているわけですから、売れれば売れるほど利益が出ていくという構図です。また中国国内によって摘発された例というものがあるという話でしたが、これはあくまでも中国共産党としてはこのワクチンというものを国策として外交の武器にしたいから国内の取り締まりを行っているのであり、実際問題捕まっている彼らにしてもその販売ルートとしては海外で稼ぐことこそが大きな目的でしょう。わざわざ中国共産党に捕まるよりも基本的には海外で稼いだ方が彼らにとってはノーリスクでの商売になるからです。また2つ目の記事で書かれていたように、基本的にはダークウェブのような足のつかないような場所での販売というものを主にしているでしょう。
それこそ麻薬取引などと同じように警察の目に留まりにくい場所というものが彼らにとっての商売の中心だと見るべきです。ですからこれに関連して日本国内においても会社経営者らといったようないわゆるお金持ちと呼ばれるような人たちがお金さえ出せばワクチンが打てるんだろうということでもうすでに接種を終えているのではないか、そんなニュースなども流れています。もちろんこれは真偽不明なところがあって確認できないわけですが、そのようにお金で問題を解決したがる人たちというのは常に存在し、そのお金を目当てにして本物か偽物かわからないようなもので商売をしている人たちというのも実際に存在すると考えた方が良いでしょう。ここでいう会社経営者といった人たちが果たして純粋な日本人であるかどうかはわかりません。日本には多くの中国系の経営者らもいますから、彼らにしてみれば中国製だと言われても特に抵抗はないかもしれないのです。そしてこの動画を見ている人たちであれば、それこそ中国製のワクチンなど受けたくないと思う方が普通だと言えます。なぜならば中国製のワクチンというのは臨床試験のデータなども非常に不透明ですし、そのデータなども改ざんされている危険性があると言われているなど、とても信頼性は低いものだからです。一方で日本で接種が開始されようとしている欧米製のメーカーのワクチンというものは非常に多くの人たちが実際に使用している実例があります。大規模な臨床試験などが行われ、その結果として承認がおり、欧米での接種が始まりました。そして現在では1億回の接種例というものがデータとして積み上がっていると言われています。そこから導き出された副反応の詳細など、その対策方法としても様々出てきており、メリット、デメリットを比較した場合には、現在でははるかにメリットの方が大きいことが科学的なデータとして裏付けられています。この効果の面について積極的にデータを発表しているのがイスラエルです。人口がそこそこある国の中においては最も接種率というものが高い国です。政権支持率を高めるために接種というものをどんどん進めているといった背景はあり、効果2点についても少し大げさに言っているのではないかと指摘されることもあるわけですが、そういったことがあったとしてもかなりひいき目に見ても効果が非常に高いことが分かってきています。それこそ2月16日付でイスラエルの保健省が発表したデータによれば、発症する割合というものが 94% 減少、また重症化する割合についても 92% 減少という非常に前向きで良いデータが出てきています。一方においてはイスラエルにおいてはまだまだ集団感染というものは発生しています。というのもワクチンを受けた人たちの発症率や重症化率が下がったとしても、ワクチンを受けていない人たちというのも当然のようにたくさんいます。ですから、これらの人の中には政府の進めている感染症対策に反対している人たちがいます。それは一体どのような人たちかといえば、それはユダヤ教の超正統派と呼ばれるような人たちで、自分たちが宗教的な儀式としてみんなで集まって礼拝を行ったり、もしくは葬儀を行う時などにみんなで集まるといった習慣などを改める気はないとして、政府の押し付ける感染症対策には反対しているからです。そのため礼拝でたくさん集まったり、葬儀でたくさん集まったりする場において集団感染というものが発生し、そこからさらに家族へと感染が広がるような形での患者発生というものが存在しています。ですからイスラエルにおいてはワクチンを受けて2週間程度経って効果が出始めた人の間では感染者数というものが大幅に減少している一方で、感染症対策をしたくないという人たちの間では相変わらず感染が発生するという二極化が起こっているわけです。イスラエルのこの例というのは、ワクチンの接種が進んだからといっても、集団免疫を獲得するほどではないという状態であれば、感染症対策をしていない人たちが、これまで通りの全く感染症対策をしない行動をとれば、あっさりと集団感染してしまいますよという、ある意味、教訓となることだと言えます。何にしてもファイザーのワクチンが効いているよっていった話などは世界的なニュースとして少しずつ浸透して始めていますから、中国製のワクチンを使いませんかなどという誘い文句はそれこそ詐欺をする側としても今後は使えないワードだと言えます。そういった意味で今後起こりうるのは、日本でもワクチン接種が始まりましたね。でも最初は医療従事者です。その後高齢者です。一般の人たちにはまだまだできませんよねといった形で、私だったらファイザー製のワクチンを用意できますから、高いお金さえ出してもらえればあなたは接種を受けることができますよなどという詐欺に利用される可能性があります。日本では新型コロナウイルスによる感染者数というものがだんだんと下がってくる傾向を見せています。
そして現在の感染者数のその水準というものも、欧米に比べれば10分の1、20分の1、100分の1などといった具合にして、はるかに低い水準にとどまっています。これから先は感染症対策をするという前提で、もう病気よりもむしろ新型コロナを使った人間の悪意の方にこそ気をつけなければならない段階へと移ってきたのではないかと私自身は思っています。新型コロナの不安を煽って視聴率稼ぎをするマスコミや、もしくは政府批判のために様々な荒探しや上げ足取りなどにせっせと勤しむ特定政党や、詐欺の種としてお金をいろんな人から奪い去ろうとする詐欺師の個人や集団など、皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わった方はぜひとも評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。